こんにちは。行政書士社会保険労務士の細野です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は厚生労働省から2025年令和7年度の概算要求出ておりますので、そちらの内容から読み取れる2025年度令和7年度におけるキャリアアップ助成金の変更ポイントについて解説をしていきたいと思います。現時点では予算成立しておりませんので、変更が確定というわけではありませんけれど、キャリアアップ助成金、多くの会社が申請をする助成金の一つであるかと思います。そのキャリアアップ助成金、ほぼ毎年変更があるというのが現状です。令和7年度、2025年度において予想されるキャリアアップ助成金の変更内容について解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずはキャリアアップ助成金とはどういったものなのかについてまずは見ていきたいと思います。そして今回発表されております厚生労働省からの概算要求の全体像についてざっと見た上で、その中でキャリアアップ助成金で変更が予想されるポイントについて取り上げ、最後に注意点とまとめという形になります。まずはキャリアアップ助成金とはどういうものなのかですけれど、有期雇用労働者ですとか短時間労働者、派遣労働者などのいわゆる非正規雇用労働者の方に対してキャリアアップを促進をしていく、そして取り組みを実施した事業主に対して助成をしていくというものになります。近年、非正規雇用労働者の全労働者に占める割合が4割をもう超えてきて、非常に重要な業務を担っている状況になってきて、非正規雇用労働者の正規化といったところを国が強く進めているところではあります。このキャリアアップ助成金、コースがたくさんありまして、全部で今は6つになっております。そのうち、正社員化コース、障害者正社員化コースについては正社員化支援と呼び、そしてその他の賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与退職金制度導入コース、社会保険適用時処遇改善コース、これらは処遇改善支援と呼ばれて、厚生労働省の方の出ているパンフレットも2つに分かれているという状況になっています。そして1番の正社員化コースに関しては、多くの会社が申請をしている一番人気の助成金の一つではないでしょうか。ここに関しましては2024年令和6年度においても拡充をされたという状況ではあります。また6番目の社会保険適用時処遇改善コースに関しては年収の壁問題がありまして、従来からあった短時間労働者労働時間延長コースというのが少し名称が変わりまして、新たに新設変更されたという状況になっております。そして今回概算要求出てきている内容で一番気になるのが、皆さんが一番よく使う正社員化コースの内容という形になります。では厚生労働省の方から出てきた2025年令和7年度における概算要求の概要はどういったものなのか、少し細かいんですけれど、まずは全体を見ていきたいと思います。この表の中にキャリアアップ助成金と書いてあって、隣に拡充と書いてありますけれど、いわゆる大幅に優遇される、緩和される、予算が増えたといった状況ではあるんですけれど、拡充と書いてあるんですが、内容を見てみると個人的にはこれ拡充なのかなというところは少し疑念を抱くところではあります。そしてコース別に見ていきますと、正社員化コースに関してはこれはちょっと厳しくなったなというところがあります。今回はですね、全体的に見て、もう正社員化というよりも全体の賃金底上げを支援をしていく方になっているのではないかというふうに感じております。またキャリアアップ助成金の予算額につきましても、前回から比べて減額をされているといったところになってきて、じゃあ下がった
予算についてはどこに行ったのかといいますと、大きく振り分けられたのが両立支援の部分に関してという形になります。両立支援に関しましても、令和7年度の概算要求で大きく予算を増額しておりますので、両立支援と支援助成金も大幅に変わるという状況になっております。そちらの方はまた別の動画でご紹介をしますけれど、今回はキャリアアップ助成金について解説をしていきたいと思います。今現時点で、施行というわけではありませんが、変更が予想されるポイントについてですね、大きく2つのコースについて懸念をしております。正社員化コースと賃金規定等改定コースですけれど、正社員化コース、令和6年度に2段階の申請という形にはなったんですけれど、令和7年度からはまた従来通りに戻るという形、戻る結果ですね、キャリアアップ助成金正社員化コースの支給額が実質減額になるというふうに考えております。申請は基本的に1回と、2回申請できるのは重点対象者のみという形になっております。この重点対象者というのはどういう人なのかというと、有期雇用労働者で3年以上の方、もしくは有期雇用労働者で3年未満ですけれど、不安定雇用である方、この不安定雇用については明確な要件がまだ出てきていないんですけれど、自社で雇用をする以前の状況も確認をするといった状況になってくる可能性があります。また3番目としては従来からの通りではありますけれど、人材開発支援と助成金ですね、人解金と言われるものの対象訓練を受講をした方、そして派遣労働者、母子家庭の母などと、こういった方たちが重点対象者として2回目の申請ができると、それ以外の方は原則基本的に申請が1回というふうに考えております。もう一つ変更があったのが賃金規定と改定コース。こちらあまり使用される方いないのかなというふうに思うんですけれど、従来はですね、賃上げをしていく場合に 3% 以上というのが必須ではあって、5% 未満だった場合は1人当たり5万円、5% 以上だった場合は6万5千円の支給といった形でしたが、今後変更になりますと、このピッチの刻みが細かくなっていて、より賃上げをすると、より今までよりも多い交付額という形になっております。逆にですね、3% 今まで通り上げてもですね、5% に満たない場合とかはですね、維持もしくは減額という形になります。賃上げの率に関しては 3% 以上 4% 未満は4万円という形で、4% 以上 5% 未満の場合は従来通りの5万円です。また、従来 5% 以上で6万5千円だった部分に関しては、6% 未満だった場合は現状通り6万5千円なんですが、6% 以上引き上げた場合は7万円という形になりまして、最低賃金全国加重平均1500円を目指していくという状況の中で、そこを加速するための改正なのかなというふうに思っております。その他ですね、賃金規定と改定コースに関しましては、昇給制度を新設した場合は制度導入として1回のみではありますけれど、20万円の加算というのも設けられております。こういった形で2025年、令和7年度に関しては、正社員化コースと賃金規定と改定コースに関しては、少し注意が必要という形になります。そして合わせて考えておいてほしいのが、社会保険の適用拡大と年収の壁という形になりますけれど、今もう現状ですね、一段落しておりますけれど、現在社会保険の適用拡大というのが2024年の10月から50人を超える事業所、特定適用事業所として社会保険に加入義務があると、週20時間以上で、月で8万8000円以上、年収でいくと106万円と言われるもので、これが106万円の壁と言われているものではありますけれど、どんどん広がっていく。また2025年年金改革があり関係で、ここの部分に関しても少し見直しが入っている部分ではありますが、今現状所得税の関係で103万円の壁というのがありますが、こちらの廃止もしくは引き上げが検討されているという状況、それに合わせまして社会保険の適用拡大、今現状は50人を超えて、週の労働時間が20時間以上、月8万8000円以上という形になっておりますが、
ここの部分ですね、月の収入要件、年収106万円の要件というのも撤廃という動きがありまして、103万円の壁、106万円の壁というのがなくなりつつあるという状況ではあります。従いまして、今後ですね、法改正に合わせて労働時間に関しても労働者の方とよく話をしてほしいと思います。そして最後に注意点のまとめですけれど、年収の壁ですね、これは複数あります。103万円、106万円、130万円とありますので、そういった部分もですね、法改正よく見ながら、従業員の方との労働時間の調整をしてほしいと思います。そしてキャリアアップ助成金ですね、実質縮小、減額という形になりますので、今後少し注目を浴びてくるのが65歳超雇用推進助成金ではないかなというふうに思います。50歳以上、定年未満の有期雇用の労働者の方を無期転換をした場合は、1人当たり48万円という形になりますので、1回申請の場合だと、キャリアアップ助成金よりもこちらの助成金の方が金額が高いという形になりますので、こちらの高年齢無期雇用転換コースというのも活用してほしいと思います。今後はですね、より労働者の家庭と仕事とのバランスを考慮して、勤務形態、勤務時間などに関しては、個別で対応をしていくことが必要になってくるかと思います。従業員の方との個々の面談等を進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。